こんにちは、ぴょんです。日本海の荒波を眼下に見下ろす断崖。福井県三国温泉に佇む料理旅館、望洋楼さんへ参りました。明治11年、1878年創業。かつては北前船の寄港地として栄えた、ここ福井県三国で海鮮問屋を営まれていました。長い歴史の中で越前ガニを極め進化を遂げてきた名宿です。2021年に全面リニューアルした建築も見どころの一つです。玄関を入るとすぐにフロントがあり、壁一面を彩る7000枚もの美しいタイルが出迎えてくれます。越前焼、織部、白磁など様々なタイルがお宿から東尋坊にかけての海の風景を表現しています。望洋楼さんの建築は国内外で数々の賞を受賞。海の目の前の立地は絶景を楽しめる一方で、荒波や潮風に直接さらされるため、過酷な環境に耐えるべく特別に設計されたコンクリート建築となっています。チェックインは15時。まずはダイニングにご案内いただきました。どのダイニングからも海を望めるよう設計されています。淡く光を放つ夕日。室内には余計な装飾がなく、素材そのものの質感が際立ちます。近くの和菓子店で作られている栗きんとんとお抹茶をいただきました。11月の上旬、お盆の上と同じようにもみじと柿の葉が街中を染めています。望洋楼さんが全国に名を馳せる理由。それは福井三国港に上がる越前ガニの存在です。正式にはズワイガニといい、その中でも福井県で水揚げされたものだけが越前ガニと呼ばれます。漁期は毎年11月6日から翌年3月20日まで。タグ付きの越前ガニは身の締まり、旨味の濃さ、甘みの深さが別格。さらに 1.1kg を超えるものは皇室献上級として知られます。共用部の床は九頭竜川の流れを表現した栗の木のフローリングでパズルのようにピースを組み合わせてできています。客室数はわずか7室でプライベート感たっぷりの贅沢な作りです。7室はすべて全く違うデザインになっています。今回は102号室に宿泊しました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。それぞれの客室には名前がついていて、102号室は離れの蔵のある部屋という名前です。その蔵にあたる場所が寝室になっています。他のお部屋とは離れた作りの独立空間で、あえて窓はなく厚みのある壁に囲まれています。ベッドはシモンズ社製のダブルサイズが2台。
2021年に建物を新しくする際、お宿の方が一番大切にされたことは、お客様にお出しする料理と同じように自然素材を生かして最高の建築を作ること。館内の随所に地元で採掘された石や福井県産の杉、越前瓦や越前和紙といった伝統的な自然素材が使われています。どれも福井の風土を感じさせる温かみのあるもので、この土地の魅力を肌で感じながら過ごすことができます。設計を手掛けられたのは建築家、東京大学准教授の川添義行氏。建築やまちづくりを通して地域の魅力を見つめ直し、その土地に新たな息吹を吹き込む都市デザインを通じた地方創生にも深い知見を持つ方です。廊下を抜けると一気に視界が開けます。こちらがこの客室のリビングスペースです。正面には大きな窓、その先に広がるのは遮るもののない水平線。102号室のカラーテーマは太陽が海に近づくです。お昼間は明るい光が差し込み、夕方にはオレンジのグラデーションが室内を柔らかく染めていきます。明かりは間接照明を中心に装飾も最小限に抑えられ、額縁に飾られたような美しい自然の景色と時間の移ろいこそが主役となっています。102号室の客室面積は86平方メートル。最大6名まで宿泊が可能です。こちらの和室にお布団を敷き、寝るお部屋を分けることができますので、3名以上で宿泊する際には特に便利です。和室の天井は特別に防火の性能を持たせた越前和紙。応陽楼さんの建築は一貫して美しさと機能性を兼ね備えています。スイッチなどもシンプルでおしゃれなもので統一されていますし、家具や調度品は超一流の品で揃えられています。ただおしゃれなだけでなく、一つ一つの材質や仕上げに意味があり、それを滞在中に発見したり、汲み取っていくのも大人の旅の楽しみ方であるのかなと感じ、より上質な時間を過ごせたような気がします。敷かれているのは、鍋島緞通さんの手織り絨毯でカニボタンの図柄。2つのアイコニックな間接照明はどちらもスペインの照明ブランドサンタ&コールのもの。デスクからも海が眺められるよう配置されています。広々としたプライベートテラスから右手に見えるのは東尋坊。他にも周辺には自然、歴史、芸術などにまつわるたくさんの見どころがあります。リビングの壁側にはクローゼットがあり、木とコンクリートの質感が空間に統一感を与えています。荷物を置くスペースもちょうどよく、無駄のない設計です。肌にさらりと心地よいさっぱりとした着心地の館内着。ふわふわと柔らかいガーゼのようなパジャマ。金庫も備えられています。そして足元にはスリッパが置かれていました。
ドリンクコーナーにはシンプルで美しいラッセル・ホブスのケトル、そのお隣には常温のお水が用意されています。棚の下の部分には冷蔵庫がすっきりと収納されています。客室内のドリンクはすべて追加料金がかかりません。冷蔵庫の中にはみかんジュース、越前茶、お水、コーラ、炭酸水、エビスビールが入っています。引き出しの中にはドリップバッグのコーヒーと紅茶。紅茶は京都府南部の山あいで育った国産紅茶です。棚の引き出しの下段にはグラスやカップが整然と並びます。その下には三島のお茶セットが置かれていました。早速みかんジュースをいただきました。最後に廊下を通って寝室とリビングの間へ。お待ちかねのバスルームのご紹介です。洗面所はダブルシンクで広々とした作り。鏡も大きく照明の光が反射してとても明るい印象です。カウンターの上にはピカピカのグラスやアメニティが美しく並んでいます。隅々まできれいに磨き上げられており、上質さが漂う空間です。水道は水を出す部分と操作部分が分かれたスタイリッシュな仕様です。シャンプー類はリネ&ニャン。良質な原料を国内生産にこだわりを持つ日本のブランドです。基礎化粧品は日本のスキンケアブランドボルタナの泡で出てくる洗顔フォーム、とろみがあるタイプの化粧水、昼用クリームと夜用クリーム、スキンメディテーション4点セットです。引き出しの中には歯ブラシ、ヘアブラシ、ボディタオル、コットン、綿棒、クレンジングジェル。下には必要十分量のタオル類と可動のドライヤーが置かれています。扉の向こうは楽しみにしていた客室温泉です。泉質はナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩温泉 pH 7.7 の弱アルカリ性です。簡単に日本の温泉法を解釈すると、1kg 中に 1g 以上の成分が含まれていれば温泉と認められます。こちらのお湯は 1kg 中に 5.6g、つまり日本の温泉法が定める基準の5倍以上の成分を持つしっかりとした濃さの温泉です。それでいて人間の体液よりわずかに薄い浸透圧の低調性ですので、濃いのに強すぎずのぼせにくいことが特徴です。湯面の向こうに広がるのは荒々しくも雄大な日本海。東尋坊は約1300万年前の火山活動でできた柱状節理です。潮風が頬をかすめ、波の音が響く中、湯煙の向こうに広がるその光景は自然の力強さと静けさが溶け合うかのようです。三国の湯は海と空に抱かれるような安らぎの時間をもたらしてくれます。浴槽とシャワーブースの壁、お化粧室の壁には地元の越前瓦が使われています。越前瓦は一般的な瓦に比べ
吸水率が極めて低く、東海や潮風に耐えられ、湿度と塩分にも強い上、高温でしっかりと焼き締められているため、カビや汚れがつきにくいことも特徴です。ただ地元の素材を使うということやデザイン性のためではなく、おそらく意味があって、素材の特性が空間の傾向と合致する場所に配置されているのではないかと感じました。ただ、この話はどこにも書かれておらず、いくら調べても確証は得られませんでした。あくまで私の推測であり、間違っている可能性もあります。しかし、これだけは間違いないことが、採用されているものすべてが本物で、素材も置かれているものも、どれも良いものだなということがよくわかります。それが美術館で芸術に触れている時の気分と似ていて、気持ちが良いです。応用楼さんには全部で7つの客室があります。それぞれデザインも広さも全く違い、予約の際には本気で悩みました。どのお部屋も素敵ですので、簡単にご紹介してまいります。わかりやすいように価格ごとにグループ分けしてみました。今回宿泊している102号室は最も高いカテゴリーのお部屋です。もともと部屋数を決めず設計を依頼し、最高の形を模索する中で7室になったのだそうです。今回宿泊している102号室はすでに隅々までご紹介いたしましたので、ここからは他の6部屋を中心にご覧いただきましょう。201号室は寝室の正面にどこまでも続く日本海が広がります。まるで海に浮かんでいるような一体感が味わえる角部屋です。101号室はくつろぎのエリアと寝室を橋のようにつないだお部屋。空と海がそのままお部屋の中に続くような開放感があります。202号室はメゾネットタイプのお部屋です。夕暮れ時には寝室の壁が夕日に染まり、幻想的な光に包まれます。205号室は奥の角に位置し、海へと続くようなラウンジが印象的。深夜の海と空を思わせる色合いで静かな雰囲気です。204号室はプライベート感のある縁側付きのお部屋。一段低い位置から眺める海が美しく、穏やかな時間が流れます。203号室は中に入るとまず内路地が目に入るお部屋。狭い空間から海へと視界が開ける瞬間が美しく、心を動かされます。今回の滞在で一番期待していた夕食の時刻となりました。並んでいるカトラリーのシーフードフォークが目に入ります。世界的に有名な福井県の龍泉刃物さんのもの。700年受け継がれてきた越前打ち刃物の手技を守り、熟練の職人さんが一本ずつ丁寧に仕上げています。
このアイテムの開発はボーヨーローさんとチタン加工の会社3社で行われました。世界で一番高価なカニであるズワイガニ。今宵はズワイガニを存分に楽しませていただきます。まずは福井県の名酒、黒龍に梅を漬け込んだ自家製の梅酒が供されました。澄んでいて清らかな風味が上品です。福井県盆の時知らずを熱燗で注文しました。周りにお湯を張ってくださっていますので、熱さを保つことができます。蓋をすればより保温性が高まりますね。まずはじめにポニエビの一品です。プリッと厚みのある身から噛むほどに甘みがあふれ出してきます。ソースはこのすぐ目の前の海で海女さんが取ってきたウニを丁寧に塩漬けにした地元ならではの塩ウニ。まったり濃厚で程よく磯の香りが立ち上がり、オニエビの甘みと寄り添うように重なります。口に入れた瞬間の旨味の密度がとても高く、お酒が進む一品です。続いては初冬の味覚の代表、セイコガニです。セイコガニとはメスのズワイガニのことで、漁期は毎年11月6日から12月31日までのわずか2ヶ月足らず。地方によってコッペ、香箱、メガニなど呼び方が様々にあり、地域性の強い冬のごちそうです。甲羅の中には濃厚な内子とプチプチとした外子がぎっしり。そして感動したのはその温度です。キンキンに冷やされておらずちょうど良い適温だからこそ旨味がふわっと広がり、味わいがとても鮮やかに感じられました。ここからは越前ガニのお刺身とカニしゃぶです。卓上にはグツグツと湯気を立てるお鍋が置かれ、昆布だしの香りが静かに漂います。このお出汁だけをいただいても驚くほど美味しいです。使われているアイテム一つ一つも一流の職人さんの作品で、細部まで美意識が向けられています。そして目の前の越前ガニは非常に新鮮なものですので、生のままお刺身でも美味しいです。2本の足がありますので、1本はお刺身、もう1本はしゃぶしゃぶにします。プルプルとツヤのあるお刺身は身質が繊細で旨味が上品です。しゃぶしゃぶにすると昆布だしにくぐらせ火が通るにつれてふんわり花が咲くように身が開きます。お好みの加減でレアでも少し火を通してもそれぞれの表情をしっかり楽しめるのが魅力。お刺身とはまた違った風味でより甘さが濃く引き立っています。お出汁とカニの旨味が混ざり合い、後味がとても滑らかです。同じ部位のお刺身としゃぶしゃぶ、2つの異なる味わいを食べ比べできるのは贅沢ですね。越前ガニの質の高さをまっすぐ感じられる時間でした。次に運ばれてきたのはボーヨーローさん名物のゆでガニです。今回いただく越前ガニは高品質というだけではなく、その中でも特に優れた個体だけが分類される皇室献上級のもの。
福井県では毎年越前ガニを皇室に献上する伝統があり、地元では献上と同等の 1.1kg 以上の重さで身入りや品質の基準を満たすカニを特別に献上ガニと呼んでいます。実際に皇室へ届けられる格式の高さを持つ、まさに特別中の特別といえる存在です。茹で上がったカニは甲羅の赤が鮮やかで、お部屋に入ってきた瞬間から華やかな香りが広がります。まずはおかみさんが目の前で手際よく足を折り、解体して食べやすいように準備をしてくださいました。その後は自分で一つ一つ身を外していただきます。出汁の身は繊維が太くてしっかりしていつつも、噛むとスッとほどけ、舌の上で甘みが広がります。茹でガニならではの香りがふんわり鼻に抜け、噛むほどに海の旨みが純粋に感じられました。しっかり育ったカニだからこそ出る張りがあり、一口ごとの密度が段違いです。食べ進めるたびに味が濃く深くなっていきます。茹でてあっても香りがしっかりと生きています。そして甲羅のカニ味噌は最高のご褒美。一口目から濃厚でコクのある極上の旨味です。続いては焼きガニが参りました。個室に炭の焼き台が運ばれ、おかみさんが目の前で焼き上げてくださいます。表面は香ばしく、中心は半生に仕上げてあり、茹でガニとはまた違ったジューシーさ。炭火の香りがほのかに広がり、味わいに奥行きを添えてくれます。水分が少し飛ぶからか、カニ味噌は焼きガニの方がより強い旨味を感じました。毎年この季節になるとズワイガニを求めてあちこち伺っていますが、確かにこちらのカニは格別の美味しさです。お次はカニの天ぷらと手打ちの越前そばが運ばれてきました。福井県はお蕎麦も有名で、まさにこのおろしと薬味を乗せて冷たいお出汁をかけたスタイルが一般的。辛味大根のおかげで天ぷらをさっぱりといただくことができてよかったです。締めの釜炊きご飯が到着しました。蓋を開けた瞬間にカニの香りがふわっと広がります。実はコシヒカリ発祥の地はここ福井県なのです。その誇りを感じるような上質な味わいでした。お味噌汁と茎わかめの佃煮も美味しかったです。デザートは3品。広島県尾道のレモンを使ったシャーベットとゼリー、水羊羹、マカロンです。レモンの自然な酸味が心地よく、カニ料理の後のお口をリフレッシュしてくれます。福井では冬に水羊羹を食べる珍しい風習があるそうです。ピスタチオ味のギエールエルメのマカロン。秋芳堂の銀い節仕上げの急須も素敵でした。旅館のレベルを超えたハイレベルなお料理に大満足です。ゆっくり温泉に入ってから就寝します。柔らかい光と波の音に包まれながら穏やかな一日の始まりを迎えます。
朝食をいただきに昨夜と同じダイニングに参りました。予約時間に合わせ、湯豆腐が炭火にかけられています。地元産の完熟トマトジュースで乾杯。濃厚で甘く、果実そのもののような味わいです。出来たてのお料理が次々と運ばれてきます。炊きたてのご飯は新米のいちほまれ。いちほまれは福井県のブランド米です。今までに食べたことのあるお米の中でも特に記憶に残る美味しさでした。お味噌汁はあさりの出汁に昆布の旨味が重なり澄んだ味わい。若狭ガレーの干物は塩加減が控えめで身の旨味がしっかり。この季節は子持ちで卵が入っていたことも嬉しかったです。お盆の上に並んでいるのは地元産ベビーリーフのサラダ。くずりゅう舞茸とほうれん草のごま和え。旬の作り、本日はマイカです。焼きたてのだし巻き卵が到着しました。火入れが絶妙でとろっとしており、上にはマグロ節が踊ります。続いて運ばれてきたのは厳選珍味の3点盛り。牛肉のしぐれ煮、黒龍の吟醸酒粕で仕込んだサバのへしこ、蒸しアワビと塩煮。どれも日本酒を連想させる深い旨味で白米が止まらなくなる美味しさです。朝食全体を通して感じるのは一つ一つのお料理が丁寧で誠実であるということです。塩加減、火入れ、お出汁の風味、すべてが上質で本物の味わいであると感じました。応陽楼さんのお食事は夕食朝食ともに最高に素晴らしかったです。水菓子はみずみずしいりんご、新香梨、越前柿、そしてピオーネ。自然の甘みが朝の余韻を優しく締めくくります。アクセスについてご案内いたします。応陽楼さんは福井県の北部、坂井市に位置しています。関東から向かう場合は、北陸新幹線を利用するととても快適に移動することができます。昨年、北陸新幹線が敦賀まで延伸したおかげで、あわら温泉駅まで乗り換えなしで行くことができるようになりました。東京駅からあわら温泉駅までの所要時間は乗り換えなしの白鷹号で3時間20分ほど。クラスは上から順にグランクラス、グリーン車、普通車とあり、ゆっくり過ごしたいためグランクラスを選びました。グリーン車も十分良いですが、グランクラスとグリーン車の差額は3000円ほどしかありませんので、断然グランクラスがおすすめです。普通車であれば23のシート配列で横に5席並ぶところ、グランクラスは12の配列で同じ幅を3名しか使いませんので、圧倒的にゆとりがあり、空間の余裕が全く違います。グランクラスはわずか18席ですので、早めの予約がおすすめです。デザイナーはフェラーリやマセラティなどの高級車や数々の鉄道車両を手掛けられている日本人工業デザイナー兼奥山氏。
The Future of Japanese Sense of Harmony。和の未来をコンセプトに日本の伝統的な文化を新幹線に反映させています。北陸新幹線の使用車両は E7 系、W7 系。前回の動画内でご紹介した東北新幹線の車両は E5 系、H5 系。内装のデザインが全く同じように見えて若干異なります。レクサスのシートや内装を担う世界トップクラスのメーカー、トヨタ紡織が座席を製造しており、高級車の製造で培われた技術が惜しみなく生かされています。着座姿勢の高額、長時間座っても疲れにくいクッション構造、振動の吸収性、体圧の分散、蒸れにくい温熱設計など、これらの分野でトヨタ紡織の研究領域は世界有数と言われています。実際に3時間以上座り続けてみて非常に快適でした。靴を脱いでスリッパでリラックスできます。あわら温泉は関西の奥座敷として人々に親しまれ、開湯140年ほどの歴史を持つ福井随一の温泉地です。あわら温泉駅から望陽楼さんまではタクシーで20分ほどで到着しました。それでは料金の発表に参ります。今回の旅が少しでもご参考になりましたら、いいねやコメントで教えてください。SNS でこの動画をシェアしていただきますと、旅行や日本のことが好きな方へ自然に広がり、私にとっても次の企画を作る励みになります。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひ今のうちにしていただきますと、新しい動画を見逃さず、いち早く情報を受け取れるようになります。これからも心が満ちる時間をご一緒できたら嬉しいです。それでは望陽楼さんの最上級客室、離れの蔵のある部屋102号室。日本最高峰の格式を持つ皇室献上級越前ガニのフルコースディナーと素晴らしい朝食の2食付き。1泊2日大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？今回はズワイガニ解禁期間中の土日で、つまり最も金額の高い時期に宿泊しました。正解は42万3500円でした。お料理と建築が特に素晴らしく、日本国内でも1位2位を争うレベルの旅館だと感じました。日本最高峰だと感じる旅館をもう一つ次回の動画でお届けいたしますのでお楽しみに。最後までご覧いただきましてありがとうございました。